生まれ変わりとしか言いようのない事例というものがこの本の中に入ってるんですけれども、生まれ変わりとして後世、生まれた人の体内にその事故の痕跡があったりとかするっていうこともあるんですが、節さんはこの生まれ変わりっていうのをどういうふうに、ここれはその前世と節さんは解釈するんですか？この前世ではないですか、生まれ変わりというのは。いや、前世です。で、いいんで前世なんです。すよね。そういう考え、そういう解釈でいらっしゃいますか、先生も。そ生まれしか、れ変わり。他はい、の解釈前世はです。なかなか難しいなとは思います。だから人によっはい。てはね、なんていうのかな、いろんな意識がこうあるとして、そういう意識をこう集めて、そして新しいものを作るだとかね、うん。そういう解釈もあり得るのはあり得ると思うんですけども、僕自身は少なくとも、その混じることはあるかもしれないけれども、意識のコアというか、そういうものっていうのは、ずーっと続いていて、そして、かつて経験した体験がそのまま引き継がれる場合によっては、他の人のものもこうくっついてきたりすることはあるかもしれないけど、基本はそうだと思うんですが、ただほら、仏教のあるグループの人たちは、あなた思想っていうのかな、とにかく意識のコアみたいなものはない、基本は空で、生まれ変わりも釈迦は本当は解かなかったとかね、ちょっと本当に釈迦が何言ってたかっていうのは、とにかくね、もうお釈迦様のだいぶ後に書かれたものしか残ってないので分からないんですけども、でもそういうこともおっしゃる方もいらっしゃるので、そこが一つの争点にもなってはいるんですけども、僕自身のあくまで感覚としてはやはりコアはずっとあってっていうふうに、ですから節さんのおっしゃる生まれ変わりっていう解釈が、僕も一番妥当だとは思うんです。ただ、サイキックからそういうふうに言われると、安心しますね。サポートみたいな感じはしますね。うはい。ん。よく申し上げることで、その生まれ変わり、もしくは過去性現世とかつないでいくわけです。こう、つながっていくわけですけど、私が申し上げているのは、私たちの魂は死ななくて、ずっと生きているわけですよね。で、もう地球にいようが、どこかの惑星にいようが、天にいようが、魂として必ず存在しているんです。死なないんですね。永遠なんです。それで、この魂が、大体、地球だったらば人間として、本当は200歳ぐらい多分皆さん、生きることができるんですけど、いろんな要素で200まで生きるって結構もう全然ないわけですけど、でもこう、あるじゃないですか、地球の時代が。で、前世何回生まれ変わったとしても、それぞれの、それこそお名前と、姿と、どこの国で、どういうご両親に生まれて、どういう環境で生まれ育ったかっていうのは、お着替えをしてるのと一緒なんですよ。世界人形のように感じで、もしくはブロードウェイのステージの上で、ドラマが始まって、物語が始まって、そこで、ブロードウェイのショーで、ステージの上で、どういう背景で、どういう登場人物がいて、どういう主人公はもうご本人たち皆さんが主人公で、人生の中では全員それぞれ、もう皆さんも先生もエリさんも、私もご自分の人生の中では主人公で、で、そこでどんな季節やどんな背景やどんな国のことが、巡り巡り、そしてなんていう名前で、どういう髪型でとか、どういうご両親でとかっていうのは、その時その時のその時代、前世ごとに、そして現世で全く違うじゃないですか。男性も性別も違うし。で、もちろん時代も違うし。ですが、魂は全部一緒なんですね。記憶がないだけで地球にいるときは、なぜかもう全部忘れちゃうので、過去世もどうして今世生まれたかったかも忘れてしまうので、覚えてないですけど、魂は忘れないんですよね。ですので、よく言われる
カルマ。カルマっていうのは悪いカルマだけじゃなくて良いカルマもあるんですけど、それを全部キャリーオンする。もう体験して失敗して、あーって言って後悔して学んで、今度はよし、これをもう絶対もうみんなに感謝しよう。ああやって悪いことを言ったのは反省しても絶対そんなことしない。ごめんなさいって言いに行こうとか、いい理由で皆さん生まれ変わるわけですけど、なぜか地球に来たらそれも忘れちゃうんですけどね。でも先生がおっしゃった、その魂のことをおっしゃってたと思うんですけど、こう全部もうずっとこうキャリーオンしていくわけですよね。で、その時々にどういうことを体験していくかは、その魂がどういうことをその時に体験する力があって、それで乗り越えて学んで成長することができるか。つまり、ご自分が前世、今回の生での、現世での人生で、後悔することとかやり残したことだけじゃなくて、前世、何代も何代もの前世から、何を今回は体験するかっていうことが、こう、巡り巡ってくるわけですよね。はい。ですので、それぞれのステージで、それぞれのショーで、それぞれの登場人物として皆さん現れて、お着替えをして、名前も変えてるんですよっていうふうに説明はさせていただいてます。うん、その魂っていうのは、いいも悪いもその魂の中に入ってると思うんですけれども、その魂の種類っていうのはあるんですか？そういうふうに分けないで考えた方がいいんですか？魂とかって先生は、種類って分けてらっしゃいますか？いえ、次元として何次元とかね、それは明確には分からないですけど、少なくとも3次元ってない、5次元とかね、6次元とかね、場合によっては13次元まで想定してらっしゃる物理学者の方もいらっしゃるので、とにかく今の次元とは違うレベルにある、それでも肉体をこう動かしてるわけですから、接点はあるとは思うんですけれども、で、そういうものが、コアなものはでも一つあると思うんですが、ただ僕わからないのは、例えばツインレイだとかね、そういうような、あるいはトリプルレイって言ったりもしますけれども、一つのものが複数に分かれたりとか、複数のものが一つになったりとか、そういうようなことっていうのがあるのであれば、そのコアの意識がずっと継続しているというよりは、そのコアの意識の間でもこう融合が起こったり、また分裂が起こったりということもあり得るのかなって、そこはちょっとわからないんですけどね。ただ、事例から言えるのは、一つのコアみたいなものがあって、それが経験を積んで今に持ち越しているということは、データの解釈としては一番だと思います。ですから、そのツインレイとかね、そこら辺について、もしなんか節さんのご体験上、こういうことがあるので、ツインレイがあるとかないとかですね、そんなことを教えていただければと思うんですけど。はい。私、ツインレイとか実はセッション内でもほぼ言わないんです。はい。で、あのーまずそういう体験を、もしくはリーディングでもそうですけど、セッションでもそうですけど、そういうことがなかったんですよね。で、それはツインレイというのはないですよっていうことを申し上げてるんではなくて、ツインレイというのを皆さん、もしくは今世で皆さんがどういう意味でおっしゃっているかっていうのも私実は調べてないのでわからないんですけど、ただ、ツインレイの話をツインソウルとかツインレイっていうことでご質問をくださる方々も多いので、その度にリーディングするじゃないですか。で、大体多い質問が、ご自分が恋愛関係になった、もしくは好きになって、お付き合いをされてない、もしくは結婚をされてなくても、お好きな方が、心惹かれた方がいらっしゃって、絶対自分のツインソウルだと思うんですけど、ツインレイだと思うんですけど、違いますかって聞かれるんですけど、必ずどの方の場合も私に降りてくる、メッセージもしくは、こういうものなんだよというふうな限定的な言い方はしないんですけれども、私のところに、今の地球ではっていうことなのかもしれないんですけど、ツインソウルって、今世の地球とか、自分が生きている地球の中で、地球で同じ時代で、多分合わないんですね。
合わなくて、それぞれが別々のところで別々の体験をしているので、絶対ないんですよなんてことは私は言えないですけど、恋愛をするような間柄には多分ならないはずです。特に今世の地球で。でももしそういう事例があったらすいません。すいません。すぐ謝りますが。はい。私の時には全くないです。合わないんだよって言われることが多いです。まあ、ツインソウルとかツインレイって言っていいかどうかわかんないけど、あくまで生まれる前の記憶を語ってくれる子供の例としては、今のお母さんと、その子は2つぐらいこう違う世界からを経由してきてるんだけども、最初の世界でまだ光の粒だった時には、お母さんと一体だったっていう子はいましたね。で、お母さんと一体で、先にお母さんが、様子を見に行ってというか、で、自分はお母さんが大きくなってから、こういう世界なんだということで来て、今、お二人ですごくこう活動をしてらっしゃる方なんですけれども、ですから、そのツインソウルとか、そんな一つが別れたとまでは言ってないので、すごく仲良しの関係っていうことだけなのかもしれないんですけども、そういうような例は、はい、一つが二つに分かれたっていうのは、僕も、直接は聞いたことないかな。で、聞いたことあるっていうのは、私、誰それの、今おっしゃったようにね、恋愛関係にある人で、ツインレイだと思うんだけども、どうですかねっていうようなことは、確かに、時々聞かれますね。うん。はい。何件か数えてないですけど、たくさん聞かれますけど、一回も、ツインソウルの方ですよ、ツインレイの方ですよって言ったことはなかったです。今世では合わないんですよって、必ず同じ答えが返ってきます。ただ、ソウルメイトは本当にもうたくさんいらっしゃるので、大体地球では家族として生まれることが多いし、パートナーとしてなる場合も多いし、そういうのは、親友の方でも、要するに、パートナーと結婚するとか、恋人同士になるとか、そういうことだけではなくて、ご兄弟になったり、親友になったり、お父さんお母さんになったり、おじいちゃんおばあちゃんになったりとか、師匠としてなったりとか、もう本当にそういう意味で、ソウルメイトの方たちはたくさんいらっしゃいます。ツインレイとソウルメイトって違うんですね。全然違うと思います。全然違う。そうなんですね。でも、ソウルメイトという、ソウルメイトという、もう英語で考えれば、ツインソウルも多分ソウルメイトなんですよね。メイトなんですね。はい。でもつながりの強さとか、そういうものが全然違うということなんですかね。強さおっしゃる方はツインレイは本当に一つがパカッと分かれてっていうやり方をされますね。だからものすごくこう結びつきが強いというか、もともと一緒だったみたいなね、ベターハーフみたいな言い方もね、英語圏だとあったと思うんですけど。ソウルメイトってあれですよね、なんか日本語の昔からご縁があるみたいなね。で、ご縁のそのめっちゃ強い場合もあれば、本当にね、袖すり合うも程度の、薄いものもあるけれど、でも、かつてのせいでも何かの関わりがあって、今も関わりが続いてるって、多分そんな感じかなと思うんですけれども、そうです。そうです。ご縁ですね、ですからね。ソウルメイト。ご縁なんですね。そうですか。はい。ツインレイはこの世では合わないっていうのはちょっとびっくりしました。でも今まで事例としてまだご体験されてない。としては、そうです。言いないと、私はさすがに断言はできないですけど。はい。そうですよね。でも断言されないところもね、なんかやっぱり素晴らしいですよね。サイキックの方によってはね、なんかこれはこういうもので、これはこういうものですってね、結構断言される方もね、生まれ変わりのサイクルは200年ですとかね、150年ですとかね、